皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は無印良品の付近に差し越していく動画を撮っていきます。今回で3回目になります。よろしくお願いいたします。まずは簡単に振り返りしますね。1回目はこちらの無印の付近に模様を描きました。今回は縦と横シンプルな模様になっています。直線をね引いただけです。で2回目に入りまして、そこからは実際に差し子をしていきました。そう、縦ラインをやったっていうことになってるので、こういう向きかな。はい、2回目の動画では実際に縦ラインを差し子していきました。その時は真ん中あたりからやり始めて、こう広がっていくような感じでやっていったんですけれども、そこの一部分をねやりました。でその2回目の動画の縦ラインが動画を撮り終わった後全部刺してきました。なので厳密に言えばここだけ空いてますね。ここだけ空いていて、なぜかこちらの上下だけやってるっていう感じになるんですけど、これはなぜかと言いますと、だんだんと例えばこちら側のね端っこに行く時に、例えばここをねこう刺してきたとすると、ここでもしね糸が余ってるんだったら、こっちがねもう終わっていたとして、ここをやっていたとして、もう少しね糸が余っていたから、ここからこう直角にこう曲がった方が効率が良かったので、ここからこういうふうにいった。でここで少し戻ってここで止めたっていうのがあったので、ここだけやってます。それと同じような感じでここもやりましたね。例えばここからこう線をね縦に行った時に、ここからここラインが入ってるんですけれども、ここからここに行くんだったら、そしてここをやるんだったら、ここからこっちに行った方がね意図としてはこう効率がいいんですよね。ここがすごく近いので、という理由でここをやりました。なので今日はですね、そっかそっか、じゃあ縦ラインやって、ここねここやって、こっちに入りましょうかね。そこのあたりを今日実際にねやっていこうと思います。厳密には縦ラインを全部終わらせておくなんてね、前回宿題としてやっときますねみたいなこと言ったんですけれども、そのね糸の通りの効率の良さを考えた時の刺し方を考えて、こちら側にね行ったりしてました。ではやっていきますか。そっか、それだったらこっちから行った方がいいですね。例えば最初からここをね行くよりも、まずここですね。ここから横ライン行って、そしてここが近いので、ここでちょっと折り返してあげて、こう縦に入るんですよ。でそうするとこの縦ラインが全部終わって、でこうズズズズズっと来て、そしてここでこう曲がるような感じにすればいいんですね。これが多分効率がいい回り方じゃないかなと思うので、ここからやっていきます。なのでそうですね、横ラインやります。ではここからねちょっと準備いたしまして、実際に、刺し子していこうかなと思います。準備しますので少々お待ちくださいね。で糸をね切っておいたんですよね。ここ切っておいて通しておきました。だいたい両手でこう2回分っていうのを私は目安にしています。ではここからいきましょうか。じゃあ刺し始めからやってみますね。無印良品の付近の場合の刺し始め
で、このラインでこうぐーっといくので、もうざっくり言えば少しこの辺りから端っこに戻り、そして同じ針目で重ねても進んでいくっていう感じです。その流れをね実際にねやっていきますね。では、この辺りは自由にね、あまり針目を深く考えすぎず、手の動くままこういきましたね。はい、ここの縁にかかるところまで一旦こう戻りました。じゃあここで一旦引きます。ギリギリまで。はい、ここが糸の切れ端ですので、ここのギリギリまでこうやって、ここです今ね。で今こういう感じでなっていて、そしてここで、はい、向き変えます。でここからあと同じ針目で戻るんだけど、ここを折り返すところだけがちょっとね注意ですね。でここ糸が今下ですね、下に行ってるので、ひっくり返すとここから出てますよね。でここをですね、ちょっと見にくいんですけど、ここの一番外側、ここがね空洞になってるんですよね。だからギリギリこっちはここに糸が見えてるんですけど、こちら側で糸が見えてる分ここは見えてない。この見えてない空間の途中に私針刺します。真ん中あたり、はい、真ん中から今出てきてます。でここで一旦糸引きます。はい、ここはあまりギュンってなりすぎないように、布がねギュッと縮まってしまうので。そしたらここ今糸が途中から出てるので、その途中から出てるからここ以降は今針目見えてるんですけど、そこと同じく重ねてるだけです。はい、同じように針を通してあげました。でここから出してあげます。はい、でここも引きすぎないように注意ですね。一旦私ここ糸がまだ緩んでるところまで一旦引いて、でここから慎重にね、はい、あとは糸なじませる。でこれ前回もやりましたけど、もうちょっとねキュッと引きたい時は、私は今回はっていうか右手の人差し指と親指で引きたくない、これ以上ねギューンって引っ張られたくないところは押さえ、そしてこちらの反対の人差し指と親指でこうキュッと糸引いてあげて、こうなじませるような感じですかね。裏から見るとこのような感じで、はい、重なってるので2本通っている。だけどここのところでね一工夫ですね。半分だけ戻ってあげる感じにして、ここで折り返す。ちょっとピンボケかな、見えにくいかなはい、でこの辺りはもう同じように、同じ針目ですねっていうのが私の刺し始めになっております。ではここからあとはもう線引いたところですね、そこをもう手の動くまま自由にね、そこまで針目の幅は気にせず、っていうのは前回の、
配信で言った通りですね。そしてはい、こういう感じですね。だんだんこうクロスしてきましたのでね、この縦と横のこの模様がだんだん見えてきましたね。はい。でこれをまっすぐね反対の外枠のところまで行きます。でこの私無印良品の付近に関してはまああえてそう狙ってるわけではないですけれども、晒しに差し子するよりは若干針寝かせ気味ですね。寝かせ気味でこの布ですね、布に針を刺してます。逆に言えば今私ライブ配信で一目出し模様としては花十字っていう模様をライブ配信の方で差し越してるんですけど、あっちは布に対して直角にやってますね。それはあっちは一目出しに関してはこうピンポイントでねしっかりこう狙ったとこに針を刺したいっていうのがあるので、直角に刺せば刺すほど表と裏の糸出るとこがずれにくいですので、そういうことで狙って気持ちいい直角気味に刺していて、でなんでじゃあこれは寝かせてんのっていうのは、なんかこうやってこう針動かしていくとうん針動かしていくとなんていうかな、これ晒しの目が粗いですよね。でもこれ私前も無印の付近に刺し子してる時1年2年前かな、動画は投稿してるんですけど、その時もね言ってる気がするんですけど、目が粗いのでこちらの方がで寝かせ気味にしてこう布に針をこう押し当てて、なんか空洞できたところにスッと針入れてるっていう感じなんですよね。下から上も同じですね。寝かせ気味にこう布に針を当ててあげて、その空洞のとこにスポッと入れてあげるっていう感じ、すっごくスローな感じで言えばそれをなんかこう繰り返してる感じですね。針をこう押し当てて空洞がここだなってところにスッと入れるっていう感じでもね、それでもだから抵抗なくスッて入るとこがねあるんですよ、これだと。でも一方でそこの空洞のとこにスポッていかないと、なんか糸のこの縦と横のね繊維にぶっ刺さってしまうっていうね。そうなるとこう糸を出すのが抵抗感がある、そういう箇所があるから、それを避けるために、寝かせ気味にして布に針を押し当て、その時できた隙間にスッと入れる。下から上も同じ。なんか押し当てて空洞できたところにスッっていう感じ。それが晒しにやる時とはちょっと違う。その素材の目の様子に合わせて私はこの無印の付近に関してはそういう風に刺していますね。あとなんとなくこうねこう自由にこう動くままってやった時に寝かせ気味になるっていうのもありますね。ではちょっとそろそろね反対の外枠にこんな話してる間に近づいてきましたので、そこでね折り返していきますか。ここでちょっと待ってくださいね。こうこうかな。
はい、針がねこの反対の外枠までちょうど今行きました。で一旦ここで抜きます。抜きます。糸の調子を整えます。そしてちょっとだけこの外枠のところに、ちょっと外枠のところを同じように縫って差し越して、でこの縦ライン違う横ラインですね。この向きからすると横ライン、今縦にこう来たとして、この外枠を通ってこの横ラインのスタート地点まで行ったらここの横ラインに入るという私の作戦です。でここから糸出てるので、この外枠の針目ですね、外枠の針目と同じように刺していきまして、そして横ラインのスタート地点に針を出してあげる。そしてここで引きまして、一旦調子を整えますね、ここでね。はい。でこうくるっといきまして、そしてここから糸出ていますので、ここから横に向かっていきますね。じゃあ少し針を進めて一旦調子を整えますね。はい、ここまで来たので引いてあげて、はい、少しだけねここ緩めたところで一呼吸置いて、ここから引きすぎないように慎重に引いてあげて、このような感じになりましたね。で今度ねここのキワキワの部分を反対の外枠まで差し子していきます。ここからはあと同じですね。寝かせ気味で針を、針を布に気持ち押し当ててあげまして、押し当てた先にちょっと隙間出たところに針をスッと入れるっていう感じでしょうか。あ、今ここちょっと画面では見えないかもしれないんですけど、今なんかスッと入ったんじゃなくてぶっ刺してしまったみたいな感じですね。ここのねなので針出してあげるところ今微調整いたしました。じゃあ反対の外枠まで、反対の外枠まで、そうですね、反対の外枠まで行ったところにしましょうか。そこまでにしますね今日ね。はい、もう一度ね。はい、じゃあここからねいきますね。なんとなくさっきも言いましたけど、針を寝かせ布に押し当て、その押し上げた時にできた隙間にススッと針の先端を通すと、そんな気持ちでやっております。あとは針目とかに関しては自由にやっているので、結果さらしより針の進みは早いですね。さらしでする時はもうちょっと私、ここはもちろん好みなんですけど、考えてっていうのは、ここからここまでを何目で入れてあげるみたいな計算をして、針を進めることが多いので、そういうことを考えてバランス
見ながら進めてるから、やっぱりこう針の進みもそれだけ少し時間がかかりますね。こっちの無印の付近に比べたら余計に。でもね、それがなんかその考えてやった先に納得のいく針目で仕上がったみたいな達成感があったりするので、それはそれでいいんです。どっちの良さもある。どっちの良さもあるから、私は時々ね、違う素材に刺して気分転換してるという感じです。ちょうどここはね、直角にただ曲がるだけになるんですよ。この今来たこう横ラインでここが直角に行くと縦ラインになるから、この曲がったところまでやりますか。ここですね。はい直角に今ここね、ちょうどねここがこういけたので、効率の良さなんかもね考えて差し越してみました。じゃあ今日の刺し子はここまでにしようかなと思います。今日刺したところね見ていただきますね。結局ぐるっと一周した感じですね。どういうことかと、違うな。違うな。どういうこと？一周はしていない？いや、したし、えとか言って。どこから行った私。ここから行ったのかここから行ったのか。大変失礼いたしました。どこから行ったんだか。もうこれがね、なんか上なんだか下なんだか右なんだか左なんだかもうね分かんなくなっちゃったんで、ここから多分行ったんだな。大変失礼いたしました。ここから行って刺し始めをやったんですよ。ここの刺し始めやって、ここぐーっと来て、でここの外枠かかるところを重ねて、そしてこちらの残ってた一本の縦のラインをやったんですね。ここで。でここまで来て、でここが今やったところ直角にって言ってこう来て、で今ここっていう感じです。すごく見失った。こう行ってこう行ってここです。まだねここがねまだまだ空いてますので、次ですね。今回が3回目なので、次の4回目で私完成しましたってところをね見ていただくまでやろうかなと思ってます。裏もね裏も変わらないんですけど、例えばここの裏だったらこういう感じですね。こういう感じで出て、模様が縦と横の模様が出てきましたので、今まだねここがねスカスカになってるから、ここがこう元にこうギューンって入ってきて、なんかできてきたってもうちょっと実感できるんではないかなと思います。縦ライン終わってたらこうやったのか最後ね、若干混乱してしまい大変失礼いたしました。次回で完成するかと思いますので、そこまでね見守っていただけましたら嬉しいです。ということで今日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。